皆さん、こんにちは、エマです。このポッドキャストでは優しい日本語でいろいろなトピックについてお話ししています。皆さん、今日もいかがお過ごしですか？元気に過ごしてらっしゃいますかね？もう2025年も6月に入りましたね。本当にとても早いです。すごくびっくりしています。そして今日本では春から夏に変わっている時期なんですけど、この時期とても雨が降るんですね。雨が降ります。そしてこの時期を私たちは梅雨と呼んでいるんですね。梅雨。今は梅雨の時期で、まだ梅雨には入っていないんですけど、さっき調べていたら、6月6日、6月6日に私が住んでいる奈良県は梅雨入りするみたいです。梅雨の時期に入ります。なのでね、雨の日はすごく寒いし、風邪をひきやすいので、皆さんも体に気をつけて毎日過ごしてくださいね。そして今日のポッドキャストでお話ししていくのは、日本語を勉強している皆さんに、すごく知っておいてほしいことがあります。本当に日本語を話す上ですごく大切なことだと私は思っているんですけど、皆さんの中でも気づいている方、知っている方はいらっしゃると思うんですけど、日本語ってすごく曖昧な言語なんですね。曖昧な言語。曖昧っていうのは、はっきり言わないことですね。はっきり直接言わないこと。例えば、私が皆さんに、明日ご飯に行かないって誘ったとします。でも皆さんは、仕事があって行けない。忙しくて行けないとします。そしたら皆さんは私に何て言いますか？きっと多くの方は無理ですって答えた方がいらっしゃると思うんですね。でも日本語ではこの無理ですっていう言葉はとても強すぎる。強すぎて私たちはあんまり使わない言葉なんですね。じゃあなんて言えばいいのっていうと、すごく曖昧に遠回しに、あ、ちょっと明日は忙しくてとか、明日は仕事があってって言うんですね。こういう言い方が曖昧な言い方というふうに言われています。私たちは日本語で、例えば誰かから誘われた時、断りたい時にですね、無理ですとかダメです。そういった言い方はせずに、明日はちょっととか、最近忙しくてとか、こういうふうに、やんわり断るんですね。やんわり、あんまり、バッて直接言っちゃわないように、きつく聞こえちゃうので、無理ですとかは言わないんですね。こういう相手を傷つけないような言い方っていうのが、かなり日本語ではされるんですね。どうしても無理です、ダメですって答えてしまうと、私と遊びたくないのかなとか、なんか怒らせるようなことしたかなとか、そういう風に感じてしまう方がとても多いと思います。なので今日の動画ではどういう言い方をすればいいのか、断りたい時とか、ノーって言いたい時ですね。イエスじゃなくてノーって言いたい時、どういう言い方をすればいいのかっていうことと、あと、なんでこういう曖昧な言い方をするのか、そういったことについてもお話ししていこうと思います。こういった曖昧な言い方は皆さんにとってとても難しいことの一つだと思うので、よかったら最後まで楽しみながら一緒に聞いていってもらえたら嬉しいです。では早速始めていきましょう。では早速お話ししていくんですけど、まず一つ目の理由からお話ししていきます。なんでこんな曖昧な言い方をするのか、そういった理由です。
一つ目は相手を傷つけないようにするためです。これは最初にも言った通り、一緒に話しているとき、誰かと話しているとき、その相手を傷つけないようにするためなんですね。最初にも言ったように、明日遊べるとか、今日の夜空いてる私がそういう風に聞いて、もし皆さんに私がね、いや、無理ですとか、ダメですって言われてしまうと、多分私はちょっとショックを受けちゃう。なんか怒らせちゃったかなとか、私と遊ぶの嫌なのかなとか、そういう風に少し傷ついてしまうんですね。こういう風に相手を思わせてしまわないようにするために、直接的な表現、無理とかダメとか、そういう言葉をあんまり使わないようにしているんですね。なので私たちは、ちょっと忙しくてとか、ちょっと仕事があってとか、そういう言い方をします。また今度ね、みたいな感じで、相手をできるだけ傷つけないように、そういう風に話すために曖昧な言い方がされるんですね。これが一つ目の理由です。他にも、無理です、ダメですだけじゃなくて、嫌いですという言葉もそうですね。例えば私はすごく映画を見ることが好きなんですけど、皆さんの中には映画を見ることが好きじゃないっていう方もいらっしゃると思います。それは皆さんの考え方だから、その映画が好きとか好きじゃない、嫌いっていうことは全然ね、OK なんですけど、これを例えば誰かと話している時に、私は映画が嫌いです。そういう風に言うんじゃなくて、例えば、私はちょっと映画が苦手でとか、あんまり好きじゃなくてとか、あんまり見ないんですよねとか、そういう風な、できるだけ直接的な強い言葉っていうのを使わないようにするんですね。嫌いです。無理です。ダメです。この3つは私的にあんまり使わないかなって思います。実際に私も友達と話している時とか、誰か上司とか同僚の人と話している時にも、この3つはできるだけ使わないようにするんですね。で、もう一つ、日本語をね、勉強する教科書でよく出てくる表現なんですけど、私これは言わないなっていうのがあって、何かというと、しないでくださいっていう言葉です。しないでください。行かないでください。書かないでください。食べないでください。そういうのを友達と話している時とか、誰かと話している時、一対一で話してる時は、私は、いや、これは使わないでしょって思ったんですね。教科書に出てきた時に。じゃあどういう風に言えばいいんですかっていうことなんですけど、例えば、何々してくれたら嬉しいとかですね。ここで食べないでくれたら嬉しいとか、ここにはちょっと書かないでくれたら嬉しいとか、最後にごめんねとかごめんなさいっていうのを付け足したりするんですね。こうしてくれた方が嬉しい。そういうポジティブなワードを言うようにしています、私は。なんか、何々しないでくださいっていう言葉は、個人的にとても強い言葉、直接的すぎるなって思う時があるんですね。だから私はこういう強い言葉、無理ですとか、嫌いですとか、何々しないでくださいとか、こういう言葉をできるだけ使わないようにしています。これが一つ目の曖昧な言葉を使う理由です。そして次、二つ目に入っていくんですけど、これもね、すごく大切。これは日本文化というふうに言ってもいいと思うんですけど、空気を読んでるということなんですね。空気を読む。空気を読むっていうのは、言わなくてもわかるよねっていうことなんですね。
相手に言わなくてもわかるよね。こういう考え方があるんですね。私たちの日本語には。どういうことかというと、例えばさっき言った明日は仕事があってとか、明日はちょっと忙しくて、この言葉には明日はちょっと忙しくていけません。このいけませんっていう言葉はないですよね。明日はちょっと忙しくて、これだけで終わってます。でも私たちはこの言葉だけで、あ、明日はダメなんだな、遊べないんだな、そういうのが言われなくてもわかるんですね。明日はちょっと仕事があるんだよねとか、ちょっと忙しくてまた今度ね。そういうふうに言われるだけで、あ、明日はダメなんだなっていうふうにすぐにわかるんですね。これが空気を読むっていうことです。で、この空気を読むっていうこと、もう一つ面白い例があるんですけど、例えば皆さん、電車に乗った時を想像してくださいね。電車に乗った時。皆さんが電車に乗って椅子に座っているとします。で、皆さんが座っている椅子の左と右は席が空いてました。で、そしたら、カップルが電車に乗ってきて、席を探してるというか、座れないね、みたいな感じで話しているとします。そしたら、避けますよね。一つ、左か右に私たちはずれるんですね。そしたら、そのカップルは二人で座ることができますよね。隣に座ることができる。別にそのカップルに言われたわけではないけど、あ、私が右か左にずれたら二人は一緒に座れるな。そういうふうに感じ取ること。これを空気を読むっていうんですね。空気を読んで私は席をずれる。違うところに座る。これが空気を読むということ。こういう空気を読むっていうことが、私たちは日本語を話しているときにずーっと頭の中にあるんですね。こういうふうに空気を読むっていうのは、誰かと話すとき、何人で話すときでも同じなんですね。あ、この人は遠回しに言ってるけど、曖昧に言ってるけど、実はこういうことが言いたいんだな。そういうのをずーっと考えながら話してるんですね。なので何かノーって言いたい時も直接ノーを言うんじゃなくて、無理ですとか嫌です、ダメです。そういうことを言うんじゃなくて、こういうふうに言ったら伝わるだろう。そういうふうに話す人も考えてるから曖昧な言葉を使われるんですね。これが二つ目の曖昧な言葉を使う理由です。どうですかね、ちょっと難しかったと思うんですけど、今日説明したことは、きっと皆さんがもし日本に住むとか、日本旅行に来るとか、日本の友達と話すときとか、とてもとても大切な考え方になると思うんですね。他にも映画を見ていたり、ドラマを見ていたり、アニメを見たりしている時も、同じようなことっていうのが起こると思います。とてもとても遠回しに断ってるなとか、とてもとても遠回しに嫌がってるなとか、そういうふうに空気を読む、察するっていう言葉を使うんですけど、察することっていうのが日本語ではとてもとても大切にされるんですね。これが私的には日本語を話すのが難しいって言われる大きな理由の一つだと思っています。なので最初からすべてわかろうとするのも難しいと思うし、こういうふうに話そうってするのもとてもとても難しいと思うんですね。なので皆さんには本当に少しずつ少しずつ変えてみる。例えば、あ、今まで嫌いですって言っちゃってたなって思った人は苦手ですっていう言葉に変えてみたり、あんまり好きじゃないですとか、あんまりしないですとか、
このあんまりっていう言葉が私的にはとっても便利なものだと思うんですね。あんまり好きじゃないとか、あんまり行かない、あんまり聞かない、あんまり見ない。そういう風にあんまりをつけると、曖昧な言葉に勝手になってくれるので、もし難しいなって感じる方は、一度このあんまりっていう言葉を使ってみてくれると嬉しいです。では今日はこんな感じで日本語の曖昧さについてお話ししました。いかがでしたか？皆さん楽しんでいただけましたかね？今日紹介したことは少し難しかったと思うので、もしわからなかった方は何でもコメントで聞いてくださいね。では皆さん今日もここまで見てくれて本当にありがとうございました。いいなと思ってくれた方は高評価、コメント、そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。では皆さんまた次回のポッドキャストでお会いしましょう。いい一日をお過ごしください。じゃあね。